スタンドアップバンガード。大臣の味方オルポサント。ホープチャイルドトゥルエル。ああ、エンジェルフェザーか。可愛いのは着ている服だけじゃねえんだな。本当に面白い子。どんなファイトを見せてくれるのか楽しみだわ。シャーリンが怒った時と雰囲気似てる。私あんなかな。スイコさん笑ってるけど、あれってやっぱり空気が読めないだけなのか、怖いもの知らずなのか。石田直樹、恐ろしい男なのです。私どうなっても強いらないと。バンガードファイト、太陽のビーム、体中に浴びて、スタンダップさんがソウルチャージして走れ。バンガードファイト、レディーゴーレディーゴー。新しいジェネレーション、巻き起こせレボリューション、未来へナビゲーション、明日を切り開いてブレイクスルー。いけよパーフェクトじゃなくてもいいさ。飛べよ青春の空へ。バンガードファイト、太陽のビーム、体中に浴びて、スタンダップさんがソウルチャージして走れ。あいや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 。バンガードファイト、ライドオンザウェイ、何も恐れないで。勝利のカード振り外せ最高。あいや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 。バンガードファイト、レディーゴー。トゥルエルのブーストミリオンレイペガサスでドラゴニックデスサイズアタック。ターンエンドよ。これで直樹くんのダメージは3枚目。対するスイコさんはダメージ2、逆転されたのです。んなことは分かってんだよ。まだ始まったばかりじゃねえか。この程度のダメージさ、いくらでもひっくり返せるっての。それにしても格好は少々奇抜だけど、ファイトは点で普通だな。あら、人のこと言えないんじゃなくて、あなたのファイトもごくごく普通よ。なんだと。なんで俺の考えたことが分かるんだよ。あなた考えたことを全部口に出すか出さなくても顔に出ちゃってるから。ファイトだけじゃなくて性格の方も素直というか単純というか。って性格はともかくファイトまで否定された。性格は否定されてもいいのね。ドロー。俺のファイトが平凡かどうか、これを見てから判断してもらおう。貫け男の意地。勝利はその先にある。ライドアーマーブレイクドラゴン。へえ、アーマーブレイクドラゴンね。このユニットを使いこなせるようであれば VF 甲子園の台風の目になるというのもただのうぬぼれではないということか。サンダーストームドラグーンをコールしてコアメモリーアルマロスをアタックだ。ガードよ。くそ。だったらアーマーブレイクでアルマロスをアタック。ノーガード。ツインドライブ。ドロートリガーだ。パワーはサンダーストームへ。セカンドチェック。いけサンダーストーム。アルマロスをアタックだ。よっしゃ、これでダメージ4。順調順調。次のターンをしのぎきって勝負を決めてやる。ターンエンドだ。
あいつもう勝ったつもりでいる。だから単純だって言われるんだよ。青き羽の天使よ、その美少と力強さを持って病魔を倒せ。プロフェシー・セレスティアルレミエルにライド。こうラグエルでサンダーストームにアタック。サウザンドのブーストしたレミエルでアーマーブレイクをアタック。ヴァンガードへの攻撃のためレミエルのスキルが発動する。パワープラス2000。ノーガードだ。ツインドライブチェック。あら、ドロートリガーだわ。そうね、パワーはミリオンにプラスしようかしら。そしてドロー。これで4枚目。問題ねえ。想定の範囲内だ。本当に分かりやすい。トゥルエルのブーストしたミリオンでアーマーブレイクをアタック。イレイザードラゴンメイジでガード。サンダーストームでインターセプト。やるわね。前言撤回よ。あなた平凡なファイターでもないわ。だから言ったろ、俺は台風のけど面白いファイターでもないわ。何？だって全然物足りないんだもの。もっともっと私を楽しませてくれないとお仕置きするわよ、石田直樹くん。ターン終了よ。物足りねえだと言ってくれるじゃねえか。けどな、このターンでそんな口聞けなくしてやるぜ。無理が通れば道理が引っ込む。意地を通せば限界引っ込む。それが男の生きる道。アーマーブレイクドラゴンのリミットブレイク。カウンターブラスト3枚の上に手札を3枚ドロップするなんて無茶ね。まさに捨て身の攻撃ってやつ。それ大いなる犠牲は大いなる成果をもたらす。アーマーブレイクドラゴンのリミットブレイク。全てのプレイヤーの前列のリアガードを退却させる。さらにアーマーブレイクにパワープラス1万、クリティカルプラス2だ。リアガードを消した上にパワーとクリティカルまで。風流解放で追加されたアーマーブレイクドラゴンのスキル。次の防御を捨てこのターンに全てをかけるか。ドラゴンダンサージュリアをコールし、そのスキルによって山札の一番上のカードを公開。よし、イレーザーワイバーンガードガルドグレード1だからスペリオルコールできる。さらにアーマーブレイクをもう1体コール。おお、一気にユニットを全て展開しきったのです。手札は残り1枚。その思い切りの良さを認めてあげるわ。それでこそ男の子。でもアタックだジュリノーガード。アアグネスのブースト。ヴァンガードのアーマーブレイクでレミエルをアタック。同時にアグネスのカウンターブラスト。アーマーブレイクにパワープラス3000、合計パワー3万だ。元気のいい男の子って嫌いじゃないわよ。でも同時にいじめたくなるのよね。ガード4体でガードしてシールド2万5000だと。こうなりゃ2枚ともトリガーを引くしかねえな。ドライブファーストチェックってトリ
ガーなしか。セカンドチェック。こっちはクリティカルトリガーだったのに。はい、効果リアガードのアーマーブレイクに。残ったアーマーブレイクでアタックだ。これもガードするわ。くそ、このターンで終わらせられなかったか。押し切れなかったけど、向こうの手札は残り1枚。前衛もいない状態で石田に2ダメージを与えるのは難しい。次のターンをしのげば石田にも十分勝機はあるのです。次のターンをしのげれば。ドロー。どうした？何を洗ってやがる。面白いファイトになってきたと思ってね。はあ？けど残念。それもこのターンでおしまいだから。レミエルからチーフナースシャムシャエルにブレイクライト。ブレイクライトの効果でダメージゾーンのミリオンを手札に加え、山札の一番上のカードをダメージゾーンへ。そしてシャムシャエルのパワープラス1万。脅かしやがって。ブレイクライトでプラス1万なら普通じゃねえか。そのくらいなら。そうじゃない。問題はダメージゾーンにアニエルを置いたこと。ダメージゾーン。ということは。そう、今この場にはダメージゾーンにカードが置かれた時にスキルが発動するユニットサウザンドレイとシャムシャエルがいる。傷つき戦線を離脱したユニットたちに尽きることのない愛をもって癒しの歌を奏でる。それがエンジェルフェザーの真の使命。聞きなさい、愛の歌を。エターナルソング・フォー・インジュレット。パワープラス2000、それも2体同時に。ミリオンレイをコール。トゥルエルのカウンターブラスト。アサルトホスピスをダメージゾーンへ。再び奏でましょう。エターナルソング・フォー・インチュレット。今度は3体同時だと。さらにダメージゾーンのクリムゾンマインドバルクを裏返しスキル発動。このターン中エンジェルフェザーのヴァンガードであるシャムシャエルのパワープラス3000。あっという間にパワーが2万7000になったのです。サウザンドのブースト。シャムシャエルでヴァンガードをアタック。パワー3万8000。まだ終わりじゃないわよ。シャムシャエルのリミットブレイク。手札とダメージゾーンのカードを1枚入れ替える。ってことはまたエターナルソング・フォー・インチュレット。ふう。合計4万2000。ダメだ、どうやっても防ぎきれねえ。ツインドライブ。あら、まさか。乗ったわ。クリティカルトリガー。そうね、パワーはミリオンに。クリティカルはもちろんシャムシャエルにプラスよ。はあ。そんなバカな。負けた。意外に楽しめたわよ、男の子くん。
まん。そんなに謝らなくてもただの親善試合だったんだから。いや、今のファイトでよくわかった。お前たちと一緒にいることで強くなった気でいたけど、他のチームと戦えるようなレベルじゃねえ。直樹くん。何が台風の目だ。ちゃんちゃらおかしいぜ。らしくないのです。何なのです今のは。弱音？それとも育児なしのたわごとですか？とても突っ張りもどきの言葉とは思えないのです。石田が弱いことなんて今さら確認するまでもない厳然たる事実ではありませんか。我が宮地学園カードファイト部のお荷物、足を引っ張る存在なのです。慎吾くん。てめえ。弱いなら強くなればいいのです。幸い VF 甲子園まではまだ時間があるのです。この小森慎吾がみっちりしごいてやるから覚悟するのです。お前。そうですね、まずはデッキの見直しから。いえ、その前に今日のファイトの反省会をしなければなりませんね。そうだな。素直で結構。自分の弱点と真摯に向き合い、自ら顧みることでより強くなれるのです。今はまだ緑虫レベルですが、せめてミジンコくらいになれたら小森軍団の末席に名前を連ねさせてやってもいいのです。てめえ、この刈り上げメガネ。何ですかこの突っ張り。ふざけんじゃねえ。誰が青緑だって。緑虫なのです。弁毛運動をして餌を捕食する、いわば肉食系の植物なのです。かっこいいじゃないですか。うるせえ。緑虫はともかくミジンコは植物じゃねえぞ。そこはじゃあなんで揉めてるんだっけ。さ自分が弱いことに気づく。それが強くなるための最初の一歩だ。あの男強くなるかもな。そうね。私愛知くんと別の学校でよかったのかもね。なんか最近体力がついた気がするのです。おや？愛知くんじゃありませんか。レンさん。誰だあいつ。鈴ヶ森蓮、フーファイターのトップに君臨するファイターなのです。ってことはあいつ強えのか。はあ、当たり前すぎです。ひどいですよ鉄。僕だけのけ者ですか。お前が遅刻してくるからだ。いや、猫が日向ぼっこしてましてね、つい一緒に昼寝を。それでは喉が渇いたでしょ。今飲み物を。はい、目覚めのコーヒーです。おや、それでは。相変わらず水子さんの入れるコーヒーは美味しいな。そうですか。豆は皆さんのと同じなんですけど。レン、いい加減ヴァンガード部の部長だということにも目を向けてほしいものだな。それは鉄が無理やり押し付けたんじゃないですか。いいんですよ。蓮様は今まで通り自由な生き方で、雑事は副部長である私が全部やっておきますから。いや、悪いね朝香。レンを甘やかあいつ全然強そうには見えねえけど。強いはずなのですけど。では一つ部長として宮地学園カードファイト部の部長にファイトを申し込むとしましょうか。いやー、実は久々にしっくりくるデッキと出会いましてね。ブラスターダーク。あのデッキはシャドウパラディン。ここへ来た甲斐があったようだ。なんちゃって。本番は VF 甲子園に取っておかなきゃですよね。さて、偵察はここまでにしてください。続きはまた今度にしましょう。
はーい解散。結局俺しかファイトしなかったな。せっかく偵察に来たというのに有力なデータを収集できなかったのです。私たちなんて結局ファイトお預けのまんまだし。ね感じたかセント。セント、俺たちは海外からの招待枠で VF 甲子園に出場する。それは聞いたけど。分かってないな。私たちは招待されたんだから予選は免除。 VF 甲子園は本大会から出場するのよ。つまり地区大会を勝ち上がり俺の前に立ちはだかるのは福原か宮地、どちらか一校だけだ。そういうこと。さすがはフーファイターの学校。福原は強いよ。ああ、今日対戦した鳴宮坂、侮れない相手だった。しかもまだまだ隠し玉持ってたみたいだしね。本大会で俺たちの前に立っているのは鈴ヶ森蓮か貴様か。楽しみにしているぞ。愛知。どうした愛知。いや別に。これから部室に帰って突っ張りもどきをしごきますけど、仙道くんはどうします？当然来るよな。さあバリバリ練習して行くぜ VF 甲子園。その意気です。突っ張り青みだろ。あ？いえ何も。私たちも。この学校が地区大会に出てくる。そしてみんなで VF 甲子園に行くにはあの蓮さんに勝たないといけないんだ。何万回でも負けない気持ちどうして輝く未来へないまっすぐな君が好きだよ。泣いても笑っても一度君の真剣勝負本気です。ほら火花散らせ。負けたぜ。まあ負けて己を知るいい経験をしたのです。何偉そうに言ってんだよ。これからみっちりしごいてやるから覚悟するのです。みんなで強くなっていこう。文化祭のポスターだ。そろそろそんな季節か。次回ドキドキの文化祭。舞台？劇？僕も出るの？とうとう僕の芸術的才能が明らかになる日がやってきましたね。俺木の役しかやったことねえ。